こんにちは、横山です。今回は釣り方3つ目のプロセス、合わせについて紹介します。当たりを見極めて魚をかけるという作業ですね。穂先で当たりを取るというのはいかだ釣りの特徴の一つでもありますし、実際やってて一番ドキドキするとこですからね、始めたばかりのうちは最大の関心事であろうと思います。で、チヌの当たりがわからないとか、どこで合わせていいかわからないと悩まれる方もおられると思いますけども、チヌの当たりはですね、決して難しくはありません。これは4つの工程の中で一番簡単だと思います。体型の魚はですね、飲ませて釣るのが基本です。チヌは向こう合わせでも釣れる魚なんですね。チヌの当たりというのは、まずちょんちょんとかコツンとか合わせどころのない前当たりと呼ばれる小さな当たりが出て、で最終的には穂先を押さえて戻らない本当たりに至ります。状況によってはですね、前当たりなしに本当たりがいきなり出るということもあるんですけどね。前当たりというのは魚が餌をついばんだり、チヌは餌を吸い込んだり吐き出したりしますけども、どっちもその際ですね、コンという強い当たりが出ます。口に入れてもぐもぐ咀嚼している時もですね、小刻みな小当たりがしつこく出る。こういうのが全部前当たりですね。で、本当たりというのは捕食の済んだ魚がこう顔を背けたり、その場を立ち去る時に出る大きな当たりのことですね。で、前当たりは見送って本当たりを合わせるというのが定石なんですが、この本当たりですね、合わさずに放っていくとどうなるかというと、穂先がぐにゃーっと水面に突き刺さっていって、で最後は竿が海に飛び込んでいくということになります。ですからシビアなタイミングで掛け合わせる必要なんてないということですね。もしタイミングを失敗して合わせ損なうことがあるとしたら、それは早合わせです。合わせを入れるタイミングが早すぎるということですね。これは早すぎるとですね、針がかりしなかったり針外れにつながるということですね。でこれは一番避けたい失敗ですね。少なくともバラした魚はもうしばらくは針にはかからないでしょうし、せっかく寄せたチヌを全て失うということにもなりかねません。そこで針から外れた魚はですね、ポイントを離れる時にポイントについている他の魚も引き連れていくんですね。魚というのは急な動きをする仲間の後ろをついて泳ぐ習性がありますんでね、よく魚を釣り上げた後に、水面までもう一匹ついてくるということがありますけども、チヌも同じ動きをします。そもそもですね、なぜチヌの当たりが難しいと言われるか考えてみますとね、確かにマダイやヘダイなんかはチヌよりも当たりが派手な傾向にあるんですが、私が思うにですね、チヌの当たりが難しいと言われる方が見てる当たりというのは多分チヌじゃないと思います。おそらくヒイラギとか小さいカワハギとか小魚の当たりですね。これは実際チヌの何倍も難しいです。小さくて合わせどころがないですし、合わせても乗らないですしね。こういう小魚の当たりとチヌの前当たりと、判別するというのは非常に難しいんですね。ただ結果を待てばですね、分かります。前当たりだけで餌を取られてしまったり、餌が残っているのに途中で止まるというのは、これ全部小魚です。オキアミの頭だけ取られるとかですね。当たりを出しているのがチヌであれば、食べかけた餌を途中で諦めるということはしません。必ず最後は針ごと口に入れて、穂先を押さえ込んでいきます。ということで結論ですね、合わせるべきかどうか迷うあたりは何もせず全て見送るというのが正解です。合わせるのが上手な人というのは待てる人のことなんですね。押さえて戻らない本当たりを待って、針が魚の口に入っていると確信が持てた時だけ合わせるようにするといいと思います。はい。で、合わせる時はですね、力いっぱい腕と竿を振り上げて合わせます。チヌの口は硬いですからね、合わせが弱いとこれも針外れの原因になります。針に力がしっかり伝わるようにですね、思い切って合わせる必要があるということですね。水深が深い時、それからゆとりを持たせて仕掛けをなじませているような時なんかはですね、糸が伸びて合わせが決まりにくいですからね、立ち上がって合わせるといいと思います。はい、チヌをかけるということに関しては以上です。で、ここからは、釣り人を惑わせる紛らわしい当たりについて少し補足しておきます。まず小魚の当たり、餌より口が小さい小魚でも餌の端を加えて反転すると穂先を押さえ込む当たりを出すことがあります。これ一瞬ドキッとしますけどね、
合わせても針は口の外ですから乗らないですし、放っておいても餌がちぎれた時点で穂先は戻ってきますんでね、こういうのも全部無視ということですね。ちなみに稚ヌでもですね、10センチとか20センチとか小型のものになると大きい餌や針ではかかりにくくなります。ですから小型狙いの釣りをするときはですね、魚の口に合わせて小さい餌や針を使うようにする必要があると思います。それからもう一つ紛らわしいのがですね、すれあたりですね。魚が糸にすれて出るあたりです。魚の活性が高い季節、ボラやコノシロ、サバ、アジ、こういうのが群れで居ついてしまうとですね、もう一日中穂先がぴょん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 動き続けているということがあるんですね。でこれも突然穂先を持っていくような当たりを出すことがあります。口に引っかかってんのかヒレに引っかかってんのかですね。で、やっぱりそれ外れた時点で穂先が戻ってくるんですね。でこういう時にですね、下手に合わせを入れると針の近くにいる魚をすれでかけてしまいますんでね、すれあたりが頻繁に出てる時は闇雲に合わせを入れないように慎重に見送るようにした方がいいということですね。はい。で、すれあたりはですね、糸をピンと張れば張るほど大きく当たりが出ますんで、あんまり当たりがうるさい時は少し糸を余分に出してゆとりを持って仕掛けをなじませてやるようにします。魚が糸に当たって穂先が動いているということは多分海底で刺し餌も動いていると思いますんでね、なるべく当たりが出ないようにしといた方がいいと思いますね。はい、次にですね、当たりの大きさについて説明します。当たりの大きさはですね、その時々のいろんな条件によって変わります。水深、それから仕掛けのなじませ方でも変わりますし、から魚の食い方、食い上げたり、いぐいしたり、稚ヌが単独なら当たりは小さくなるでしょうし、他の魚と取り合うと派手になるということですね。で、当たりを取る時の心得としては、大きさではなくてですね、当たりの種類で見極めるようにします。どれだけ大きくて強い当たりでも戻ってくる前当たりやすれ当たりは全部見送るということですね。で、たった数ミリであっても穂先を押さえ込む本当たりは合わせていくということです。はい、あとちょっと話変わってですね、ゆとりを持たせて仕掛けをなじませている時の当たりの出方について説明しておきます。プラス重宝なんかでですね、水深以上に釣り糸が余分に出ている時ですね、糸がピンと張ってない状態だと当たりは出ないような気がしますけども、これちゃんと当たりは出ます。空気中ですとね、糸がある程度直線になるまで引っ張らないと穂先は動かないかもしれませんけども、水中では馴染んでる曲線に沿って糸が動いて穂先を引っ張るんですね。なんでそうなるかというと、これは水の抵抗が原因です。直線になろうとする糸は周りを囲む水の抵抗に行く手を阻まれます。でこの抵抗の力が穂先が糸を上に引っ張っている力よりも強いんですね。それで曲線を保ったまま糸全体がスライドするように動いて穂先を引くということです。例えばですね、風呂にお湯を張ってで腕を突っ込んでかき混ぜるとですね、水の抵抗があるから当然力がいるんですよね。でところがこの湯から腕を引き抜くときはですね、何の抵抗もないですから力使わなくてもスッと抜けるということです。はい、理屈はこういうことです。この水の粘性のイメージはですね、仕掛けをなじませたり操作したりする時も必要になりますし、かかり釣りに限らずですね、いろんな釣りでも必要になる感覚だと思います。よくわからないという方はですね、今日風呂に入る時いっぺん試しにやってみてください。はい、以上です。今回はですね、合わせについて説明をしました。次回は最後の段階ですね、かけた後のやり取りについて説明します。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ごきげんよう。